こんにちは、文芸評論家のメッカフです。新シリーズ YouTube で楽しむ古典文学ということでですね、突然始まった新シリーズなんですけど、どんなシリーズかって言いますと、私がもともとその古典文学が好きで、大学で勉強してたのもありますし、なんか本で書いたりもしてるんですけど、結構源氏物語とか万葉集とか古今和歌集とか江戸文芸とか結構好きなんですけど、こう本だけでね楽しんでいるとやっぱちょっとややハードルが高いなっていうのを日頃から思っていまして、せっかくなら YouTube でちょっと古典文学を動画で楽しめるような企画をいろいろやっていきたいなと思っておりまして、京都で聖地巡礼とかもしていきたいし、今日はですねなんとお香の会社の松栄堂さんに来させていただいて、ちょっとお香で楽しむ古典文学っていうのをやろうと思います。本当にお香って実は奈良時代からあるので結構古典文学にもよく出てくるんですけど、なんか意外と私もお香を自分でこう家で炊いたりするのすごい好きで、松栄堂さんのお香とかいつも楽しんでるんですけど、なんか古典でどういう風に使われてるのかとか案外分かってないところはあるので、その辺を今日は学びに行こうと思います。ではですね、松栄堂さんはこちらは店舗が京都にありまして、本当にこちらでいろんな体験ができたりだとか、あと普通にお香を買えるので、京都にいらした際は来てくださいというおすすめスポットでもあるので、まずはこちらに遊びに行ってみましょう。では行ってきます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。松栄堂の、社長になります畑と申します。どうぞよろしくお願いします。私いつも松栄堂さんの家で炊いてるので、ちょっとお会いできて光栄です。ここはもうずっとお香を買えるところになるんですよね。そうですね。私たちの松栄堂の本店として、こちらでずっとお店を構えさせていただいております。もうすでに素敵な香りが、皆さん YouTube 見てらっしゃる方も、ちょっと興味あるけど何から試していいかわからないなって方も多いと思うんですけれども、そんな方にちょっとおすすめのものとかあったりしますか？そうですね。私たちとしましては見ていただくだけでも様々な香りがありまして、こちらはいわゆるお仏壇とかで使っていただく香りにもなりますが、結構ヨガの方なんかも使っていただくことも多いですし、またリビングとかお部屋なんかで使っていただく香りもたくさんありますので、私たちの特徴としてはこれをおすすめというよりは、お客様とコミュニケーション取りながらこういう場所で使ってみたいとか、甘い香りが好きとか、どっちかいうとさっぱりした香りでとか、そういうリクエストをいただきながらじゃあこの香りを試してみましょうかという形で提案させていただくことが多いかなと思います。確かに結構店員さんのコミュニケーションを取って選ばれる方も多いんですね。そうですね。もちろんいつもこの香り使ってるからこれをちょうだいと言われる方もいらっしゃいますし、そういう方にいつもとは違う少しこういう香りも試してみてはという提案もしながら、そういうふうにしてさまざまな香りをお届けするというのが私たちの仕事かなと思っております。そうですね。こちらは比較的私たちがお香ルームフレグランスとしてご案内しているものにもなりますので、このシリーズ我が家にあります。ありがとうございます。この辺りとか、そうなんですよ。京都の堀川とかね、白川とか二条とか地名がついてたりとかしますよね。そうですね。私たちこの堀川、白川なんかはもう本当に長年のファンの方がいらっしゃって、もうずっと堀川使ってる。で、堀川以外の香り使ってみたいけどとお声掛けいただくんですけど、やっぱり堀川買って帰られるみたいな方が多いほど、もう根付いた本当ロングランの香りになっております。個人的にこのアソート嬉しかったです。さまざまな手に取ってもいいですか？フンロっていうアソートがありまして、これいろんな香りを試せるんですよね。なのでちょっと入門におすすめかもしれないです。何か1個というよりはいろんな香り試して、これ系の香りが自分は好きだなとかね、楽しめたりするという。何か松栄堂さんについて初めて知る方も多いと思うので、ご説明などいただいてもいいですか？松栄堂という会社はこの場所でおよそ300年ほど前に
創業しまして、いわゆるお線香の製造から販売までを行う会社として、こうずっと続けてまいりました。でその中でやっぱりこう時代が少しずつ変化していく、でライフスタイルも変化していくので、私たちの香りをどう提案するかということで、先ほど見ていただいた堀川とか、またこちらにあるこういうさまざまな色の少し香りで、その中で例えばこういうグレープフルーツとか、もっとこうフローラルの香りを生かしたものなどをこう提案し続けてきているというものになります。この香りがなんかローズとかってなかなかやっぱりこういうお香とかであると思わなかったです。すごい。ですので私たちのルーツとしましては、こういうお線香を作って販売するというのがまず原点にあります。でその中でさまざま付随する香りのもの、例えばそのお寺様が専門的に使われるものもありますので、そういったものもご用意できるようにという思いもありますし、和の香りでリクエストいただく限りはもう何でもこうやっていこうという思いでおります。私前に使っていた期間限定なんだよな、大地っていうのがすごい、一重の香りというシリーズで、そうなんです、てかシリーズがすごい好きで、本当ですか。大地我が家のヒットだったんですけどなので3個ぐらい買ってました。ありがとうございます。あれに似た感じの香りとかってあったりしますか？あれはね、独特な、なんかあんまり他にね似た感じの香りがないんですよ。消防士がアフリカで体験した香りを再現したいというので、大地という名前で出させていただいて、結構根強いファンの方がいらっしゃって、そうなんですね、やっぱり機械限定だけではなくてぜひリバイバルしてほしいという声も時々いただきます。でも分かります。嬉しい。最近はやっぱりその火を使われない方もたくさん増えてきていますので、同時にそういう置いて香りが楽しめるものっていう意味では、この匂い袋とかも最近はよくご案内もいたします。このね匂い袋かわいいんですよね。すごい素敵な、かわいい。ちょっとこういうのね、なんか一緒に服と一緒に入れるのもいいし、飾っておくのもいいし、自分で火つけなくてもいいから気軽に買えたりしますよね。そうなんです。でこういうリビングに置いていただいたりしながら、ちょっと香りを使っていただく、私たちのその香りを日常の中で置いていただくとかいうのもテーマになっています。いやー、そう匂いとってとかこの箱とかがねあるのがね、正堂さんは素敵なんですよね。この香炉もねすごい可愛いのが意外と今出ていて、さまざまな香炉が登場しているという。実は今から言う粉住館っていうところも無料で入れるんですよね、どなたでも。私たちが2018年にオープンしまして、私の父である先代が、その松江堂に来られるお客様はすごくファンの方が多くて、それ以外の方にどうしたらこの香りを届けられるだろうということを考えてくれまして、でその中でこの香りに出会っていただく、体験していただくミュージアムを作ろうというプロジェクトが進んでいきます。その中でこの香りボックスですとか、この香りを体験していただく場所としてこの香りの散歩という提案をしております。だから結構京都で観光したい方とかもね、割と街中なのでここいらしていただいて見えますよね。よかったら中に入っていただくとさまざまな3つの香りを体験していただけます。すごい香りボックスシュール、ちょっと入ります失礼します。すごい。で小さいお子さんとかいらっしゃるとちょっと下げて香りをしっかり体験してもらうと。この中にうつせみの香りっていうのがあるんですね。匂い袋、私たちが提案している匂い袋の香りがこちらにで体験していただけますし、でこっちはまた違う香りなんですか？そうなんです。3種類。こちらは練り香の香り。さっきとはまたでもすごいこれ素敵な香り。松の弱いの香りっていう香りで。そうですね。それぞれ香りのタイプがまた違う楽しさを知っていただく
でこちらはその人香という私たちが原材料として扱うものそのものの香りを提案しております。本当だ。あれがだからその炊いて香るタイプと練り香とこの木の香りそのまんまっていうことですよね。はい、それぞれが私たちそのブレンドの仕方、またその作り方で素材の香りというのをこう違いを体験していただくとしてこういう提案もしております。なるほど。だからコーヒーでもこう浅入り深入りってね人によって好み違いますけれども、それと同じで香りも意外とそのこう使い方によってもまた違いがあるっていうことですよね。でこちらはさまざまな原材料の香りを体験していただけます。すごいじゃこそのポンプをちょっとこう握っていただくとこう香りが出てきますので。本当だ、めっちゃ結構強い香りがすごい。もう動物園みたいな香りが確かに。これじゃこって何の？これはね、鹿、ジャコウジカという鹿がおりまして、その中にこう香りを出すための器官があるんですね。なるほど。へえ。動物園のような香りがするとか、いわゆる獣臭がします。これからそのさっきのお線香みたいなのを作られたりとかするんですか？じゃあそうですね。今もこのジャコウは実はもうほとんど使っておりません。動物性のものであったり、またその輸出入の条約がすごく厳しくなっておりますので、ただ平安時代とかそういう中でこう香りを作られるのに、その植物由来の中に少しこういう動物性のものを入れることで、こう香りがよりこう魅力的になるようにされていました。こうって昔のね、なんか古典とかにも出てきたりとかしますよね。そうですね。はい。その寂光がすごいっていうか、香りもやっぱね歴史が長いから、奈良とか平安のあの辺からもうかなり「源氏物語」とかには出てくるぐらい歴史が長いのも面白さの一つでもありますよね。そうですね。いや、なるほどな。あ、これがだからシナモンで、こっちはなんだこれは。あ、ジンジャー。なるほど。生姜。龍脳も聞いたことあります。結構古典好きにもかなりおすすめです。そうなんです。楽しい。文面で読んでた香りが見られるっていう。そういう源氏物語ですとか、最近でしたら大河ドラマとか、そういうところにこう少し出てくるキーワードとか、一体何かと調べていただくとここにたどり着いていただく方も多くて。なるほど。確かに。結構ね、源氏物語もの時代もそうですけど、あと江戸時代とかもやっぱお香の場面とか出てきたりとかするので、そういう場面で確かに好きな漫画とかに出てくるあの香りを体験したいっていう方にもいいですね。そうなんです。面白い。でも香りのミュージアムなかなかない。ここは誰でも入れますので、ぜひ京都に来た際お越しください。買っていきたいなと思います。いやでもこのね、香炉もすごい可愛いし、お香のお皿っていうのも沼なんですよね。本当にね、もうね、我が家でなんか可愛い香炉、いやでも集めすぎてもさみたいな話を常に三宅家でしている。可愛すぎるこの香炉、素敵。なんて可愛いんだ。そう、香立てもね、こんな感じでこうちょっとちっちゃいのが今出ていたりだとか、こう割とこう家庭で使いやすい感じのコーラがあったりするので、これが花散る里って言って、源氏物語のこう花散る里なの。すごいトライできるものが、甘くていい香り。ガチで選んでしまったんですけれども、このなんかほおずきって香りがすごいちょっと甘めなんだけど、そんなに濃くなくて、すごい今いい香りだったので、ちょっとこれをお土産に買って帰りたいと思います。今日もですね、紅白の時にもYouTube でお世話になりました香織さんに来ていただいてます。着物の師匠です。今日のこの着物すっごく素敵です。いいですね。鮮やかな青。ね、この着物は花織っていう、技法というか、ここがなんていうんですかね、このちょっと花っぽくなっているのが花織。すごい可愛い。可愛い。帯は瓶型の。瓶型。季節ですね。結構あやめのね、この初夏の感じですね。爽やかな感じのコーディネートで、紬なんだけどおしゃれ感のあるっていう雰囲気に
今日はしてみました。すごい素敵です。青がてか紬ってもこんななんかさらっとつるっとした感じになるんですね。さらっとしたものもあるし、ちょっとほっこり系のものもあるし、いろんな質感のものがあるんだけど、今日はこの松江堂さんにお邪魔するっていうことで、この建物の雰囲気とか歴史の感じと、あと季節の感じとこう全部合わせた方がいいかなっていうのをさす考えがですてまいりました。ありがとうございます。素敵です。じゃあちょっと別室に移らせていただいて、こちらは何ですか、これは。これは私たちが香りを作るために大切にしている原材料になります。原材料ってこんなにカジュアルに出てくるんですね。すごい。それをこう選定して、はいこう集めていくのも私たちの大切な仕事になってきますので。松江蔵さんって毎回その新しい香りを作られたりとかしているわけじゃないですか。はい、その原材料は基本的に決まってるんですか。それの配合によって香りが変わるって感じなんですか。そうですね。私たちもたくさんのレシピを持っておりますし、でもその基本となる原材料というのは、実はその奈良時代に仏教が大陸から日本に入ってきた時代から大きくは変わってないんですね。それすごいことですよね。なんか万葉集とかの時代から、はい、基本的にずっと同じ原材料で香りを作り続けているという。またそれをこう再現できるというのがこう日本文化の面白いところでもあります。万葉集とかそれこそ源氏物語に書いてた人たちが変わってたものを再現できるって本当に他になかなかないですよね。音とかでも音楽とかでもやっぱ難しいし、再現って違う楽器になってるから。ですので、例えば正倉院展なんかでも、そのね、楽器の再現をされて、こう音はこういう音だったんじゃないかというのもありますけど、私たちはその当時平安時代から残されたレシピを見れば、その分量と同じ配合でこう香りを再現できるというのも面白いところだと思っております。面白い。古典の時代のその香りのレシピみたいなものがどこかに残っているんですか。そうですね。そういったものはいくつも残されておりまして、もちろん古いものですので皆さん大切にされて、例えばそういうのが掛け軸になったりして、そういうのを見れば、そうか、こういう配合で香りを作ってあったんだなというのが分かってきます。京都のそのどこか何かこうお香の例えばお花とかだったらそういう一家の中でとかこう、あとは和歌だったらこう金蓮中みたいな感じで伝わってたりしますけど、お香もそういうこうどこかのお家に伝わってるとかはあったりするんですか。それともオープンな。もちろんそういうのがやっぱりこうプライベートなもので、だから平安時代源氏物語の中なんかでもやっぱりその例えば光源氏がこう若紫と出会うシーン、あの時にその京都の北山で過ごしている若紫たちのいる空間の中にその光源氏がやってくる。スズメがね、猪木が逃がしつるっていう有名な場面の。その時に私たちはとても大切にしているこう一文があるんですけど、その空抱き物心にくく香りで、名号のこう、満ちたるにただそこにこう光源氏がやってきたというシーンがありまして、それはその紫の上たちが住んでるその屋敷の中でそのいわゆる焚物、今でいう練り香が使われてる、あれ練り香なんですね、焚物って。でそこはこう尼寺でしたので、仏様にお供えする香りもありました。それがその空抱き物心にくく香りでということは、その京都の北山で過ごしているその女性たちの中で当時この輸入するしかなかった原材料をこう贅沢に使っていることができるというので、確かにその都から離れて住んでるその人たちもそのなんていうか社会性がしっかりしてるなっていうのがその一文からも文化的ですよね。そうなんです。文化レベルとしてもすごく高いで、その名号の香というのは仏様にお供えするための香りがまたその空間にしっかり香ってるということは、その女性たち、当時の社会の中に女性たちの生活だけどその宗教的にもとてもこうレベルの高い人たちがいるということが分かってくる。ただそこにやってきた光源氏の追い風という表現が出るんですけど、それはこの光源氏が自分でブレンドした香りをその衣服につけていくことで、もう全然違う香りがしたなと。都会の香りがそこに、
してくる、まあ、その光源氏の凄さ、またそのブレンドするための教養で、そしてこういうものを集めるその社会的な地位とか財力とかいうものが全てこう乗り越えてやってくるというのがその一文でわかるという。なるほど。それが1000年ぐらい前の文学で書かれてるっていうのは、まあ、すごいなと。面白い。確かにその紫式部で紫の上っていうヒロインはちょっと私なんか田舎で育てられた子みたいなイメージがあったんですけど、でもすごい文化度が高いところだったんです。そうなんですよ。今でいう私は東京と軽井沢ぐらいの距離感だと思ってて、東京の方がちょっと社会に疲れて軽井沢に休みに行ってこう、まあ、テニスコートでこう遊んでる女の子を見て、いやあの子可愛いなみたいなことを思うのが分かってくる。でその子のやっぱり着てる服とか喋ってる内容とかで、この子すごく文化レベルが高いけど、そこでこう出会うやっぱりその主人公となる男の人の、まあ、都会の空気にみんながすごい人が来たぞというのがこう分かってしまう。ただものではないっていうのが香りでわかるっていう。そういうことなんです。都会の香りって本当そのまま都会の香りなわけですよ。はい。面白い。その時の香りはどういう香りだったとかって分かってるんですか？その時の香りはもうこれも残されてきたレシピをおおよそ見ていくしかないんですけど、やはりこういう人工白檀とか、まあ、そういうものを配合して作っていたというのは間違いなく。これが人工ですか？はい、こちらは人工になります。沈む香りと書いて人工で、当時のレシピなんかはこう沈むという字だけで人というふうに表現されたりしますし、でももちろんこういったものが私たちみたいにこう気軽に買い物できるわけではなかったので、全て海を渡ってから入ってくる。ですのでいわゆるこうマーケットに流れるというよりは、いわゆる貴族社会のとても上の方とか、または宗教的にとても地位の高い方の手元に渡ったと思います。でそういうのがこう褒美として分け与えられたり、儀式としてこう蔵から出てきたりするのが少しずつこう手元の中に溜まっていく。それを自分であるものをどう最高のコンディションで生かしていけるかというのが、まあ、当時の方たちの考えられたこだわりだったと思います。その源氏物語とかの時代ってこう調香師みたいな方がいたんですか？それとも光源氏は自分で調合して、ご自身でされて、自分で調合できるんですね、当時の方って。まあ、それがこう源氏物語の梅替えの城なんかでは、おめでたいことがあるのに自分と一緒に生活する女性たちでお祝いのこの炊き物をブレンドしようというのが出てくる。やっぱりそれは自分が今まで出会ってきた香りですとか、自分のある手元にある原材料をどのようにしてこう配合してセンスを出せるかっていうのがこうテーマになってくる。確かに調合ってなんか普通に流して読んでたんですけど、あれそうですよね、自分でやってるわけですもんね。そうなんです。誰か専門家がいてとかじゃないわけですもんね。そう考えるとなんかある意味服の例えばそれこそ着物の合わせをどうするかとかと同じように香りを自分で作ってたんですよね、当時の人にとって。当時の方でしたら色合いとかどういうふうにこう重ねていくかというので、やっぱりそこに使われる染料のグレードとか、また季節感とかいうのも大切にされたと思いますし、まあ、そういう中でどういう香りを表現したら重い香りがいいのか、もっと軽やかにスパイスが効いた感じが彼女は喜んでくれるんじゃないだろうかとか、そういうことを想像して、まあ、人をおもんばかりながらするのが、まあ、楽しかったんだろうなとは想像できます。梅替えの城とかはどういうふうに生まれてるんですか？やっぱこれ使ってるんだとかあるんですか？そうですね、それも面白いところですし、一つはやっぱり光源氏が唐から送られてきたものを、まあ、自分の蔵から出してこようという言葉が出てきますので、そういうのはやっぱり本人にとってよほど特別だったんだなみたいなことも分かってきます。だから私たちにとっては香りのトピックスが出てくることで、それがいかにこの物語の中で重要だったかとか、社会性を表すかというのが読み解けてくる面白いポイントなんですね。姫君にちゃんと作ろうっていう風になったりするじゃないですか。だからすごくまあおめでたいし、ちょっとなんていうんですかね、まあある意味この香りをまとうっていうのがまあ一人前の女性じゃないですけど、成長の証みたいな感じに
なんか今で言うと何ですかね、やっぱ香水を使うってちょっと大人っぽいみたいなところにも近いのかなと思ったりするんですけど。そうですよね。こう人とコミュニケーションを取っていくのに彼女がこう社会的なところに出ていく、じゃあそこに何を送ろうというので、今でしたら香水とか、ね、もしかしたら時計かもしれないし、そういうアクセサリーと同じようにこうパッと見るというよりはこうある程度距離が近くなった時に、この人こんな香りしてるんだみたいなのが分かってきますので、彼女が次のステップを踏んでいくのに自分からこうどういうプレゼントができるだろうみたいなのは、もうすごく悩んだと思います。その時に使われたのがこのじゃあこう出会ったり、あとこれ配分されてたのは出てくるんですか？ここの辺りの他のシナモンとかは当時も使われていたんですか？当時も、はい、この辺のものは私たちが現在も使っておりますし、奈良時代ぐらいからその原材料として入ってきた基本的な10種類ぐらいのものがありまして、そういったものはそのレシピにも見ると大体こういうものを使ってたんだなというのが分かってくる。なるほど。これ一つ一つ説明ってしていただいてもいいですか？はい、一つはこの人香というもの、よかったらどうぞ。いいですか？はい、いい香り。これがその595年にその淡路島に漂着したという記録が、そうなんですね。日本書紀の中に、日本書紀の中でその595年の夏4月に淡路島に漂着しまして、でその島の人たちは木が漂着したと思ってこれをかまどにくべるとすごくいい香りがしたので、これを朝廷の方に持っていったという記録があります。ですので香りという字をこう崩していただくと、1の10の8の日になりますので、4月18日っていうのはお香の日というふうに私たち、業界でちょっと定めておりまして、今回つい先日がお香の日で、そういうイベントもたくさんしたりしてるんですけど、そこがやっぱり私たちにとってはこうルーツになってくるもの、一つが人香、それにこれは白檀というものでして、白檀甘い香りですよね。でもこれもすごい香る。白檀というと皆さんこう香水とかでもこうサンダルウッドという名前で認知していただくことも多いですし、現代のね、なんか現代というか西洋のこう香水とかでも結構多いですよね。インドなんかを中心に取れる植物の一つでして、こういう丸太状のもので中になるほど香りが強くなっていくので、私たちはこの芯材の部分をとても大切にしています。他こう経費でしたらシナモンという名前で今皆さんもすごく親しみがありますし、これは長寿クローブという名前でしたら料理なんかにも、調味料として、向こうにあるのはウイキョウと呼んでおりますが、こういうものがその西暦550年から600年ぐらいかけて大陸からこう入ってきた。で私たちこの日本では残念ながらこの植物は育つことができなかったんですね。そういう中でこう常にいつ入ってくるかわからない、どれだけの量が手に入るかわからない、そういう中でこうどう扱っていくかというのでこう私たちの香りの歴史が始まっていくというものです。いやでもよく考えたら日本で取れないものが500年代頃入ってきたものがもうずっと続いて使われ続けているってすごい文化ですよね。そうなんです。それをよく続けてきてくれたという思いもありますし、それを昔のレシピを見て再現できるのも面白いところでもありますし、じゃあ結構江戸時代の例えばこうじゃあで使われてたレシピとかもこの松江戸さんを持ってらっしゃったりするんですか？そういうものも探せばもちろん出てきますので、当時の香りと一緒だったかっていうと原材料のそのバランスとかももちろん、香りの質自体も変わってきてるとは思うんですけど、基本そのレシピ通りに再現しようと思えば可能というものになります。そのレシピアーカイブみたいなのが残っているんですか？レシピは残しております。ただやはり公になっているものと私たちがこう商品と使っているものはもう別にしてまして、でその私たちが作ってきた香りというのはもう本当にこう門外不出といいますか、やっぱり私たちにとってのもう命そのものですので、その何か文献とかに残ってるって感じ？そうですね、文献としてこう残ってるものもたくさんありますので、そういったものをこう見ながらじゃあ一体この時に使われたこの原材料って本当にそうなのかということも含めて見ていくっていうのが私たちの
こう仕事の一つでもあります。面白い。結構源氏物語ってなんか読んでるとその色とかもこう紫式部はもう完全にこだわって描いてるというか、はい、この色使う時はやっぱこういうイメージの人とか、なんかこう私が結構好きなのは玉かずらっていう人がすごい、もう源氏物語一モテる女性が出てくるんですけど、その女性が出てくる時大体そのね、なんかこう今でいう山吹色というか、割とこう橘のこう色とかをよく使われていて、だからなんかああいう色ってはっきりした美人が似合うから、なんかそういう感じのイメージだったのかなとか、若々しい感じのこう香りだったりの色だったりもするんですけど、だから香りもそういう意味では紫式部は絶対に考えて書いているんですよね。だからそのあたりも確か読み込んでいくとより面白いですね。そうなんです。そこが源氏物語、さすがやっぱり千年功読み解かれてる、ね、理由でもありますので、また色の専門家の方がそういう細かなこう分析といいますか、こうされる中で、私たちはまたそういうのをこう香りの観点からどういうところが見えてくるだろうというのも今少しずつ始めているところでもあります。この登場人物が面白いとか思われたりすることありますか？いやどうですかね。私は源氏物語はなんか読めば読むほどこう入れ込んでいくキャラが違うなというのがありまして、最初私はもう光源氏がとにかく嫌いでこんなやつみたいなことをずっと思ってたんですけど、で最初は実は私女三宮がすごくかわいそうだなというか、こういう子供いたんだなというふうにして読んでたんですけど、私自身こう父親を亡くしてから改めて読むと、光源氏のやっぱりこうお父さんという存在はこういう意味だったのかみたいなのも分かってきます。なんとなく分かるような気もしますし、これがやっぱりその面白いところだなと言いますか、切り口によっても全然表情が変わってくるっていうのも魅力なんだろうなと思います。確かに光源氏ってね、それこそこう香り抱きしめてやってきてみたいな、はい、なんかちょっとこうなんていうんですかね、なんか派手な香水使ってそうっていうか、すごいこうなんか自己顕示って感じなんですけど、ちょっとずつやっぱりなんか自分ってもしかして悪いことしていたみたいなねことに年齢重ねると気づいたりとかで、自分の息子には厳しくって、そうですよね。でまたね、女性に対する評価もことさら厳しくって、確かに、しかもね源氏物語のその息子世代の話っていうのがなんか中盤からやってくるんですけど、その薫と仁王宮っていうね、はい、その名前も結構香りがモチーフで、こう仁王宮はちょっと派手な感じの人で、薫はもうちょっとこうなんかほんと香ってくる感じのじっとりしたなんか男性なんですよね。そのあたりも面白いですよね。そうですね。それをその2人の名前にそうしようと思ったね、背景っていうのは一体何なんだろうとも思いますし、でもそれぐらい香りっていうのが平安時代にも身近だったってことですもんね。そうだと思います。面白い。いやでもやっぱ香りってその再現できるっていうのがもう 3D で文学楽しめるっていう面白さがあるなって本当に思いますね。その中でやっぱりこの香木、私たち人香と呼ぶものなんかもその歴史の中でこうそれぞれの木が残されていくんですね。ですので500年ほど前に体験された方と同じ香りを私たちも現代体験できるというのもまた面白いところです。確かに。あとね、江戸時代とかになると源氏香っていうね、はい、こうお香の楽しみ方の、ゲームの一つとしてこう源氏物語モチーフにした、遊びなんかが出てきたりするので、そこもまたなんていうんですかね、文化がまた香りによってこう受け継がれてる感じがあるのも楽しいですよね。そうですね。ようやくその江戸時代中期ぐらいになって、歴史的にも時代が落ち着いて、その中でこう町民文化にまた香りが広がっていく。確かにそうか、庶民のもとに広がったのが江戸時代にすでに庶民も結構香り楽しんでいるんですか？そうですね。それまではやっぱりこう貴族社会を中心としたところで香り文化というのが一つあったと思うんですけど、もちろんそこでこう接点を持っていく、武家社会のトップレベルの人たちの中で、やっぱりこういうものがその輸入することで自分のこう権力を高めていくというのも認知していきますし、でもやっぱりそういうブレンド力みたいなことはもう貴族社会が圧倒的な存在感を持ってたと思いますので、そういう中でそういう情報が少しずつ降りてきて、でそれがようやくこう町人文化の中でこうなんかこういう言葉があるぞとか、こういう人口とかキャラとかいうキーワードがなんかその自分たちにとっての憧れ
で、それがエンターテインメントとしてこう楽しんでいかれるっていうのが、広がっていったっていうのは江戸時代だと思います。なるほど。なんかね、昔はそれこそ着物とかこう服なんかもちょっとこう都会のものといいますか、なんかこう貴族が楽しんでたものからちょっとずつ庶民もなんかこういう着こなしいいんじゃないかって楽しめるみたいな、それと似てますよね。そうですね。じゃあ今みたいにこうみんなが家にお香を楽しむようになったのは日本だといつぐらいからなんですか？そうですね。私たち一つ大きなターニングポイントになったのはお線香というものが登場した。なるほど、確かに。で、実はお線香が登場したのがおよそ300年前と言われております。はい、それまではお線香というものはなくって、そうなんですね。はい、基本的にはそのお焼香のようなものを使ってたんじゃないかなと想像しています。宗教的な香りとしてそのお線香を作る技術が大陸から入ってきた。なるほど。ただその時はそのいわゆるこうお仏壇にお供えする香りとしてももちろん使われたと思うんですけど、同時にこう火を持ち歩くことができるとか、そうですね。一本でこう時間が測れることができるとかいうところの利用もすごく大きかったと思います。時計だったんですね。はい。でそれで一般に香香が広がったっていった。面白い。当時は源氏物語の中の貴族社会のものだったのがこう私たちが普通に我が家で楽しめるようになるまでにお線香ができたっていう。でもそうですよね。技術的にもそうじゃないとお香って楽しめないですもんね。はい。いや面白い。当時はやっぱりその火がずっと手元にあった文化でしたので、平安時代特に、ですのでこう炭にずっとこう火を絶やさずこう続けてるものがあった。でそこにこう香りのものを置くことで、香りがそのルームフレグランスとして広がっていく。それはもうじゃあある意味こう、電気代わりのその照明として使っていた火のところにこういう香りのものを置いていたってことなんですか？照明はね多分また別に用意されてたと思うんですけど、こういう手を温めたりする手炙りなんかもあったと思いますし、暖房もあって、でそれと何かの時にそのすぐ火をやっぱり準備しなければいけませんでしたので、ずっとこう炭が用意されているいろりのようなものがあったとは想像できますので、ですのでそこでこう空間をこう染めるための香りというのをちょっと用意される。で一つは今日少しお話できてなかったんですけど、ああいうその香料というのは一つ側面としてはお薬の役割があったんですね。漢方薬という名前があるように、ああいった植物由来のものがその健康になるということを当時の方、今でももちろん信じている方信じているというか使われる方はたくさんいらっしゃいますけど、そっか、確かにこうシナモン的なその経費だったりとか、要はで結構漢方のね薬のその中のこう経費なんとかかんとかみたいな、こう名前に入ってたりしますもんね。そうなんです。そっか、原材料同じなんですね。香りとして楽しむのと薬として楽しむの。で飲んでしまうと治るのはその人だけになりますので、じゃあこの生活する人みんながどうしたら健康になれるかということを願われて、こういうなるほど。自分でブレンドしたものをこう温めたら香りは空間に広がりますよねと。ですのでみんながこう健康になるよねというのは当時の方はイメージをされて。そうだったんですね。じゃあ結構源氏物語で例えばこうお香を送るとかも健康を願ってっていう意味もあるんですか？その側面もあったと思います。そうなんだ。なるほど。同時にそういうのがその空間に広げるだけではなくって、その上に紙を置けばそのラブレターを送るための文に香りがつきますし、で着物をかけておけばその夜ね通い込んをされるのに真っ暗な中で入ってきた男性のその匂い、いい香りが。こちらのじゃあこれもじゃあ平安時代に使われていたその香りとの使い方と一緒ってことですか？そうですね。このようにして自分の手元にある原材料を粉末にしたものを蜜と炭と練り合わせてこういうお薬のような形にして使われてたというのは、ここにあるのこれが練り香で、これが今私たち練り香と呼んでおりまして、主にはお茶の世界で使っていただくことが多くなります。いろりの上にこう
置いて香らせるとはいいう、炭の近くに置いていただくことでゆっくりと温められて香りが出てくる。すっごい、でもここの距離でももう本当に素敵な香りがこう香ってくるんですけれども、これは何の香りとかあるんですか？これはそうですね、もうブレンドした香りになっておりますので、そういったさまざまな先ほど見ていただいたような原材料をの香りがそれぞれ引き立っているというものになります。これは松江堂さんで売ってらっしゃるものなんですか？私たちがブレンドして販売もしております。すごいなんかね、ダメだ、 YouTube では伝わらないですけれども絶妙な、なんか甘すぎず重すぎずという香りで、そのお線香的なこうお香でこうやるものとこう練り香で割と香りのなんだろう、こう感じ方って違ったり広がり方が違ってくるとも思います。一つはこの煙を出すか出さないかというところもあると思いますし、これ本当にゆっくりと香りが出てくるんですけど、ですのである意味そのお線香の登場っていうのは当時はそのインスタント的な意味があったんじゃないかなと思います。香りがこうもっと明確に楽しむようなことができた。でかつその時間もある程度の限りで分かってくるとか、しかも短いですよね。そう時間もね、そうなんです。まあそれも長さによってコントロールもできますし、そういう意味でこうものすごく使いやすくなったんじゃないかなというのも思いますので、練り香の方がもっとこうじっくりなんか広がる感じがしますね。そうですね。でそれにその一つはこういったものはやっぱりその自分で用意するというのも多かったと思います。はい。まあそういうのが少しずつこう社会情勢が豊かになっていく中で、もちろんこういうのを商いにされる仕事というのも室町時代には出てきますし、まあそういうのがでもやっぱりまだまだこう高価なもので、それがある意味こう香りが量産的に使っていただけるっていうのは、こうお線香の技術が入ってきたっていうのはとても大きかったと思います。確かにこうね、服も自分たちでオーダーメイドで作るったり、自分たちで縫ったりしていた時代からこう、まあお特注からそういうこうまあなんていうんですかね、みんなねこうユニクロで買えるような時代になったわけで、それと同じようなこう変化が確かにそこ自分で作ってたわけですもんね。練り香ってそうですよね。なるほどな。今もお茶の世界で練り香の方が使われやすいとかはあるんですか？そうですね。季節によって冬になれば皆さんこう練り香を使っていかれるシーズンにも、それやっぱりあったかいからってことなんですか？炉と風呂の切り替えの時にこっちのシーズンでは香木を使って、こっちのシーズンでは練り香を使ってというのがありますので、そういうふうにしてこう使われる。いやでもなんか私練り香あんまり変わったことなかったんですけど、また全然違うふわっと香る感じがこう優しく穏やかに香りが出てくるのも特徴ですので、私はやっぱりすごい好きですね。でもいいですね、素敵。現代でもねこういうものがあったら一緒に家の中でも炊けますしね。はい、個人的にはもう源氏物語への解釈がだいぶ理解が進んだというか、源氏物語って結構香りの話なんだなっていうのがやっぱ香りと匂いの意味あって、そりゃ出すよなみたいな気持ちですごく今日なりましたし、やっぱ文学って結構やっぱ言葉だけなので、どういう人かとかどういう立場の社会的地位の人かって伝えるのがやっぱりいろんな小道具使わないとできない気がするんですけれども、そのうちの一つに香りってものすごく長い間こうなんていうんですかね、演出というか、その伝えるものとして使われてきたんだよなっていうのがすごく今 3D で実感できてとても嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとぜひ松江堂さんのお香も試してみていただいたらと思いますし、こちらではいろんな体験もなさってるんですよね。はい、タイミングによってそのワークショップなんかもいろいろとさせていただいてますので、ぜひご覧いただければと思います。ぜひぜひ松江堂さんのホームページに書かれてますよね。詳しくはぜひぜひ概要欄にも貼っておきますのでご覧ください。いやもう本当に松江堂さんのお香は本当一回家に使い出すと次何しようかなっていうのが本当に選ぶのが楽しいので、ぜひぜひ皆さん一度試してみてほしいです。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、
というわけでですね、本当に今日は松江堂さんでいろんな文学のお話からもうお香の選び方までいっぱい教わったんですけれども、ぜひ皆さん京都にいらした際はここの松江堂さんにも来ていただきたいなと思いますし、いろんなイベントもされているのでホームページもご覧ください。ではこの古典YouTube で楽しむ古典文学シリーズいろいろやっていこうと思いますので、なんかこういうとこ来てほしいとか、あとこういうなんかこう文学の話気になるとか何かあったらぜひぜひコメント欄にください。こう YouTube の企画こういうのやってほしいも常に募集しておりますので、ぜひコメント欄によろしくお願いします。ではチャンネル登録といいねとコメントもよろしくお願いします。では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 。